世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、タカと申します。今回はちぎりというアクションに関して掘り下げていきたいと思います。地面と契約すると書いてちぎり。装備している武器を大地に突き立てることによって様々な特殊効果を受けることができるというアクションになっております。プレイヤーがこのちぎりを行った際の主な効果としては、まず即時発動の回復効果というものがメインとして挙げられます。通常の体力回復アイテムなどと違って、かなり素早く回復することができるので、この効果だけでもかなり有用なアクションとなっております。ちぎりを実行する際には、翡翠のくさびというアイテムを消耗していくので、無限に打ちまくるということはできないんですが、チェックポイントに到達するたびにくさびの数は回復していくので、配分を考えながら強敵やボスに使用していくのが有効です。そしてさらにスキルツリーから様々なスキルを習得していくことによって、このちぎりアクションにさらに追加効果をつけていくことができます。まだ追加効果の方の実装は着手できていないんですが、実装予定のものとしては、一定時間武器がエンチャントされるだったりとか、武器を大地に突き刺した状態からの派生アクションが追加されるといったものを考えています。例えば片手剣の場合は引っこ抜きながらなぎ払うことによって大地エネルギーメイの硬派を飛ばしたりだとか、両手剣の場合は引っこ抜きながら跳躍することによって大規模な範囲爆発を伴う叩きつけ攻撃に派生できるといったような武器ごとの特性を生かした様々な派生アクションを追加していけそうだなと考えております。こういった特殊効果や追加の派生攻撃を用意する意図としては、回復アクションをただの守りの行動で終わらせたくないという点があります。基本的に回復アクションはマイナスの要素をゼロに戻す守備的なアクションであることが多いと思うんですが、このちぎりアクションの場合はうまく使うことさえできればマイナスの要素をプラスまで反転させることができる、攻守の状態を逆転させることができるような、そんな気持ちのいいアクションに回復を昇華させることができるのではないかといった着想から始まっています。この辺のリスクリターンだったり、実際どれくらい気持ちよくなるのかという点に関しては、また追加アクションをね、実際に作り始めた時に動画でお見せしていきたいなと思っております。で、今回の動画ではですね、敵キャラクターのちぎりに関して掘り下げていきたいと思います。まず敵キャラが行うちぎりなんですが、これに関してはボスクラスの敵のみが使ってくるというルールで作っていこうと思っています。理由としては、まず単純に雑魚敵の場合、体力が少なすぎてね、ちぎりをうまく使うことができなさそうだなっていうところがあったりとか、あと世界観的にもね、ちぎりというアクションがそもそもメイナスと呼ばれる大地エネルギーメイを戦闘にうまく用いることができる上級クラスの戦士たちが行うアクションという設定がありますので、そういった意味的にもボスクラスの強敵のみが使ってくるという扱いでちょっと作っていきたいなと考えております。ボスキャラがちぎりを使ってくる場合、ネックとなるのが回復効果だと思うんですよ。ボスがデフォルトで回復手段を持っているってかなり厄介というかうざいですよね。ということで、もうこの際ボスキャラクターのちぎりに関しては回復効果つけないようにします。その代わりより攻撃性能に寄っているような追加効果や派生アクションを追加していくという方針でいきたいと思います。特に戦闘が始まってから1回目のちぎりに関してはヒートアップの合図にできるかなと思っていて、体力が6割とか5割ぐらいになった時に初めて1度目のちぎりを見せると。そのちぎりを皮切りとしてそれ以降行動パターンが変化する。より苛烈なコンボ攻撃をしてきたり、アーツを行動パターンに組み込んできたりといったようなイメージですね。このプレイヤーとボスキャラクターでのちぎりの個性の違いというところは、世界観的なイメージとしては土地ごとにちぎりの効果、進行の内容が変わっているといったような感じになるかなと思っています。プレイヤーはジラという島出身の若者なんですが、これが敵国のハクナ、大陸側の国ですね。ハクナの兵隊たちによって占拠されている状態からゲームはスタートします。主人公はジラの島を取り戻すために戦うといった内容になっているんですが、ジラの戦士たちのちぎりは、回復というね、主に癒し方面の効果が強いのに対して、白名側のちぎりはより凶暴なといいますか、攻撃性能に特化したようなちぎりであると。そこに土地柄というか信仰の違いが顕著に現れているわけですね。ということで、ちぎりに関するバックボーンと、それを実際ゲームにどのように落とし込むかっていうところをね、ちょっと語らせてもらったんですが、裏でね、実際そのハクナのボスクラスの敵と戦っている映像を流してたかなと思います。こちらね、まだまだ荒削りでちょっといろいろ改善していかなきゃなという感じなんですが、まず一つ、ちぎりのモーションですね、敵側の。こいつは特に左手に盾を装備しているタイプなので、ちぎりの溜めてる時のね、左手がすごい変な感じになっちゃってるのが良くないなと思ってます。この辺はちょっと僕の拙いモーション修正能力でどうにかしていきたいところですね。
そして次にメイエネルギーの色についてなんですが、これ主人公サイドと白ナサイドでメイの色を分けた方がいいかなと思ってます。主人公は青い波動で、白ナ側は赤い波動にするとか、そんな感じですね。で、開発実装方面の話なんですが、ボス敵のね、ヒートアップっていうシステムを制御するために、いろいろね、フラグを追加したりとか、新機能の実装を行ってたりしました。この体力がね、一定以下に減ったら、ヒートアップモーション、このゲームの場合はちぎりなんですけど、そのモーションを一つ挟んで、以降行動パターンが変わるみたいな仕組みって、結構ね、バグ起こりがちで、しかもここでバグっちゃうとね、体力どれだけ減らしてもヒートアップしないみたいなバグが起きたりする可能性があるんですよね。そうなっちゃうとすごいゲームプレイ残念な感じになっちゃうんで、ここはね、しっかりだいぶ気をつけながら作りました。一応ヒートアップのちぎりが中断されないようにスーパーアーマーとかつけたりしてるんですけど、このちぎりモーション中ね、プレイヤー側に全くリターンがないっていうのもあれなんで、ちぎりの前半モーション中に数回殴っておけば、ちょっとだけ得できるよみたいな、そんな感じの塩梅に落とし込んでます。あとはヒートアップ後にね、常駐でボスの体からね、オーラみたいなエフェクトが出てると思うんですけど、特定のモーション再生をトリガーとして、常駐エフェクトを再生を開始すると。で、一応死んだ時にエフェクトを消すっていう処理まで含めてですね、この消す処理がないと死体にもずっとオーラが宿ってるみたいな感じになっちゃうので、何気にめんどくさい処理なんですよね。ただこれ消える時ね、あまりにもパッと消えちゃってるので、その辺は要改善といったところですかね。最後にこのボスはチュートリアルステージのボスになっているので、体験会イベントでもね、戦えるようになってます。最初のボスということもあって、実は戦闘中にね、一つチュートリアルが挟まるんですよね。これもヒートアップモーション、ちぎりのモーションをトリガーとして、チュートリアルシステムを起動するという追加実装をしてあります。いわゆるファーストボスの出来ってそのゲームにおいてね、すごく重要な要素になるかなと思ってるので、今後もね、どんどんブラッシュアップしていきたいなと思います。というわけで今回この辺で終わりたいと思います。また来週もよろしくお願いします。